こんにちは、シャチパンです。今回は時短家電として人気なドラム式洗濯機についてです。ドラム式洗濯機って便利って聞くけど、実際のところどうなのって思われてる方多いと思います。この動画ではドラム式洗濯機を15年使い続けているシャチパンが各社の特徴や評判をまとめてきました。長尺となってしまいましたが、これ1本見れば全てがわかるような構成にしてきましたので、ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいです。それではどうぞ。はじめにドラム式と縦型の違いについて簡単に触れておきます。ドラム式の洗い方の基本は、衣類を持ち上げて落とす叩き洗い。少ない水で洗うので洗剤の濃度が高く、人の皮脂汚れに強いです。一方、縦型は底面にあるパルセーターの回転により水流を起こし、衣類同士をこすり合わせて洗います。この洗い方は泥などの固形汚れに強く、小さなお子様がいらっしゃる場合は泥だらけになることもあるので、縦型の方が洗浄力を感じることが多いでしょう。ドラム式は縦型よりも水をあまり使わないことから節水性が高く、縦型のように衣類をこすり合わせないことから衣類の傷みにも強いです。ただし、少ない水で洗うことから色移りは縦型よりはしやすく、つけ置き洗いもしづらいです。乾燥に関しては構造上、衣類を浮かせた状態で温風が当てられることから縦型よりもはるかに乾きます。ドラム式はこの乾燥こそが最大の特徴です。共働きのご家庭や忙しくてなかなか自分の時間を捻出できないって方は、洗濯から乾燥までワンボタンでできるのでおすすめです。逆に言うと、天日干しした衣類の仕上がりが好きな方や乾燥に魅力を感じない方にはドラム式である必要性がないでしょう。なお、よくドラム式はタオルがゴワゴワになるという意見がありますが、これは叩き洗いと脱水によってパイルが寝てしまい、その状態で干して乾かしているからです。脱水したら取り出すのではなく、温風乾燥まですることでふわふわな状態に仕上がることが多いです。価格はざっくり10万円前後ドラム式の方が高く、サイズも大きいことから設置性も悪いです。ご購入の際はドアを開けても脱衣所が想像以上に狭くならないか、搬入経路である建物入り口、エレベーター、階段、玄関、廊下、設置場所の入り口なども忘れず確認しましょう。見落としておけなかったという話は本当によく聞きます。洗濯物の取り出しやすさはドラム式が中腰の姿勢、縦型も腰を曲げて取り出します。個人の身長による部分もありますので、人それぞれでしょう。以上のような違いがありますが、事前に今買うとしたらドラム式、縦型どちらを買いますかという内容でアンケートを取ったところ、結果はこのようになり、人気は拮抗していました。昨年のデータではドラムが6割と優勢だったので、少し縦型が盛り返した形になります。なお、現在使っている洗濯機はというアンケートでは、縦型洗濯機を使っている方が多かったです。買い替えでドラム式を検討したい方が多いということになります。1200を超える回答をいただきまして、皆さんいつも貴重なデータをありがとうございます。さて、話を戻して今回ご紹介しますのは、このドラム式洗濯機になります。1日あたりの洗濯量はご覧のような式で表され、家族の人数に対する容量目安はこのようになりますが、ドラム式洗濯機の場合、乾燥を目的に購入される方がほとんどで、乾燥容量が大きいもので探す方が多いです。それでは早速、大手5社、日立、パナソニック、東芝、シャープ、アクアの比較をしていきましょう。なお、事前に現時点でドラム式洗濯機を購入するとしたらどこのメーカーのものを買いますかという題材でアンケートを取ったところ、結果はこのようになり、昨年、一昨年から順位変動はなく、パナソニックが相変わらず圧倒的な人気を誇り、今年は6割近く占め、
次いで日立でした。パナソニックは2003年、この業界で初めてドラム式洗濯機を製造したリーディングカンパニー。あれから20年近く経ちましたが、未だにその人気は健在です。さて、話を戻して上位モデルを基準に各社の特徴を見ていきます。まずは最大容量と外形。外形は排水・給水ホースを含んだ状態で比較します。いつものように優れている点を青字、劣っている点を赤字で記していきます。日立の容量は洗濯 13kg、乾燥 7kg。見てわかるように各社乾燥容量は洗濯容量よりも少なく、乾燥容量の大きいものを選ぶとおのずと大容量モデルとなります。昨年のモデルから洗濯・乾燥ともに 1kg ずつ増やしてきており、業界最大容量となりました。外形はフルモデルチェンジした昨年とほぼ変わらずバランス形状。操作パネルは今風なタッチパネル式です。最大の特徴は乾燥フィルターがないことで、乾燥時に出るホコリや糸くずを本体下部の糸くずフィルター1箇所に集約した楽メンテ。乾燥運転のたびに必要だったお手入れが同社によると月1回で良いとしています。パナソニックの最大容量は洗濯 12kg、乾燥 6kg。2年前から外形や形状に変化なく、幅、奥行き、高さとバランスの取れた大きさです。操作パネルもタッチパネル式で直感で操作でき、分かりやすいと好評でした。東芝の容量は洗濯 12kg、乾燥 7kg。2年前にフルモデルチェンジしてから外形や形状に変化はなく、幅、奥行き、高さは日立、パナソニックとほぼ同じです。操作パネルは東芝もタッチパネルで、こちらも操作しやすいと好評でした。次にシャープの容量は洗濯 11kg、乾燥 6kg。他社と比較すると少し見劣りします。外形は昨年と変わらず、幅、奥行きは他社相当ですが、高さが5センチ近く高いです。またドアが他社より大きく、開くとそれなりにスペースを圧迫します。購入前に十分なスペースがあるか確認する必要があるでしょう。操作パネルはボタンが光るタッチパネル式で、本体デザインもハーフミラーガラス。他社のいかにも洗濯機というデザインに対し差別化ができています。アクアの容量は洗濯 12kg、乾燥 6kg と他社とほぼ同等。一方、外形は他社よりも一回り小さくコンパクトで、ドラム式が置けない住宅の救世主となっています。操作パネルはボタンが光るタッチパネル式ですが、メニュー周りは少し分かりづらいという声もありました。実はアクアのドラム、他の YouTube チャンネルやブログ記事ではこぞって紹介されていましたが、シャチパンは去年の段階でも取り上げる気にはなれませんでした。それは故障やトラブルが明らかに多かったからです。3年以上前から調査し続けていますが、売り上げよりもお客さんを大事にする店員さんならおすすめを差し控えるほどだったと聞いています。しかし最近のモデルでは改良が進み、評判も上々。今回紹介するに足ると判断しました。ドラム式洗濯機は高い買い物です。誰も失敗したくないですからね。なお、各社に共通する注意点として、洗濯投入口や乾燥フィルターが本体上部についていることが多いので、蓋を開けるとそれなりに高さがあります。もし今ランドリーラックなどで上のスペースを収納に使用している場合、蓋が当たらないか蛇口の位置も注意しておくと良いでしょう。なお、日立や東芝は蓋が2つ折りにできるようになっています。続いて静音性。静音性はデシベルという単位で表され、この表では洗濯時、脱水時、乾燥時のスペック値を記載しています。昨年のスペック値から変更はなく、各社乾燥時の音が最も大きいです。
30から50デシベルの幅がありますが、一般的には50デシベル前後は少しうるさいなと感じるラインです。静音性に関してはドアを挟めば気にならないという意見が多くありましたが、人によって印象は様々でした。スペック値で言うとシャープが最も優れています。実際静かだという声も多く上がっていましたが、音に敏感な方も購入されているせいか、うるさいという意見もあり、評価は両極端な印象でした。一方、洗濯時は各社そう大きく変わりませんが、脱水時はパナソニックとアクアが大きめです。これは駆動方式によるものかと思われます。ドラム式の駆動方式にはベルト式とダイレクトドライブ方式があります。ベルト式はモーターの回転をベルトを介して層に伝えます。一方、ダイレクトドライブ方式はその名の通り、モーターと層が直結構造です。モーターの動力伝達はダイレクトドライブ方式の方がロスが少なく優れています。ベルトは使っていると経年劣化し、振動音の要因になりますので、何年か使って騒音を感じた際はベルトの交換をするといいでしょう。パナソニックはベルト式、日立、東芝、シャープはダイレクトドライブ方式となります。アクアの現駆動方式は調べても分かりませんでしたが、このスペックだとベルト式ではないかと考えられます。小型化ゆえの弊害か、ダンパーも4本入っていたり、重量も実はこの中で最もありますが、スペックはパナソニックより悪くなっています。次に洗浄機能です。 AI が洗濯物の状況を把握して最適な洗い方をする日立、アクア。泡を作り繊維の奥まで浸透させて汚れを落とすパナソニック、東芝。細かい水を勢いよく高圧噴射して洗うシャープと、各社洗浄力は満足されている方が多かったです。大きな差はないですが、強いて言えばパナソニック、東芝の評判が良かったでしょうか。一方、衣類の黄ばみや嫌な匂いを落とすための温水洗浄には差があります。この中ではシャープ以外のメーカーが60度までの温水つけ置き洗浄に対応し、高性能です。シャープは35度までとなりますので、他社より見劣りします。温水洗浄を使う方は参考にしてみてください。次に乾燥方式です。乾燥方式にはいくつか種類があります。電気ストーブのようにヒーターの熱で乾かすヒーター式、エアコンのように熱交換して乾かすヒートポンプ式、ヒートポンプ式にサポート的なヒーターを加えたハイブリッド式です。電気代は熱効率のいいヒートポンプ式の方が安く済みます。エアコンの方が電気ストーブより電気代が安いのと同じ原理です。仕上がりは低温乾燥であるヒートポンプは衣類のシワが寄りやすく、タオルのふんわり感も出にくいです。ハイブリッド式のサポートヒーターはこのふんわり感に使っていて、一定の効果は見込めますが、ヒーター式の方が仕上がり自体はいいです。除菌はヒーター式の方が高温にできるので菌が繁殖しづらく、匂いにも強いです。一方、衣類へのダメージはその逆で、高温にしないヒートポンプ式に分があります。寿命はヒーター式の方が長く、単純構造なため壊れにくいです。各社の採用状況は、日立、パナソニック、東芝がヒートポンプ式、シャープ、アクアがハイブリッド式となります。本モデルよりヒーター式の最後の砦であった日立もヒートポンプ式となり、上位モデルでヒーターを使ったドラムはなくなりました。日立の仕上がりは好評だったのですが、これも時代の流れでしょうか。ただ、下位モデルではヒーター採用のメーカーはあります。次に光熱費です。洗濯だけした場合と洗濯から乾燥までした場合の1回あたりの光熱費を比較しています。洗濯のみの光熱費はどのメーカーも20円台で、ほぼ水代です。
乾燥まで含めるとメーカーによってかなり差があり、シャープが最も経済的で、次いでパナソニックでした。同じヒートポンプ式でも東芝の水準はあまり良くないでしょう。シャチパンは数年前のパナソニックドラムを使っていますが、こんな風に消費した電力量を毎日測定しています。当時の電気代スペック 28.8 円に対してだいたいこんな電気代です。ふんわりキープの延長運転をしたりしてるんでばらつきは多少ありますが、だいたい43円ぐらいですかね。スペックの 1.5 倍ぐらいはかかると思っておいた方が良いでしょう。続いて乾燥時間です。各社の洗濯から乾燥までのスペック値を記しています。スペック上では日立、パナソニック、東芝の乾燥時間が短く、シャープ、アクアが長いです。ただしこの時間は日本産業規格というもので定められている試験条件にのっとったスペック値であり、実際の乾燥時間とは大きく異なります。試験では模擬洗濯物であるシーツ、シャツ、そして重さ調節用のタオル、ハンカチが使われ、見てわかるようにだいぶ薄手のものばかりです。メーカーが好き勝手言っていることはなさそうですが、スペック通りの時間で乾燥できないという声が多く寄せられていました。なお、取説には標準コースで最大、パナソニックで3時間、東芝、シャープ、アクアで5時間、そして日立で7時間となっており、かなり幅を持って記載されています。もはや数字のお遊び状態になっているようにも見えなくはない乾燥時間のスペックですが、短い方が一応有利なんだとは思います。シャチパンも医者に今体重何キロって聞かれた時、 100g でも軽く答えようとするのと同じです。多分ね。続いて自動掃除機能です。洗浄力、乾燥力と頭打ちになってきた現状で、各社が今おそらく一番力を入れている分野です。それは洗浄力の次に求めるものはというアンケートにも表れており、本体価格を抑えてお手入れのしやすさが最も高いという結果になりました。この分野の期待の高さがうかがえます。各社ドラム層の自動洗浄は前からついていますが、それ以外のところで差があります。乾燥経路である乾燥ダクトは日立、東芝、シャープが、熱交換器は日立、パナソニック、東芝が対応です。乾燥経路の詰まりは乾燥効率低下だけではなく、故障の原因にもなりますので、あった方がいいでしょう。日立は本モデルから採用となりました。ドアパッキンは全社対応です。本モデルから東芝、シャープも対応となりました。使っていると分かりますが、ここにもそれなりにホコリがたまります。それから乾燥運転後は毎回お手入れが必要な乾燥フィルターは、ブレードがホコリを取ってくれるシャープ、アクア、そもそもフィルターをなくして糸くずフィルターと集約した日立に工夫が見られます。総じてみると日立が全対応しており、力が入っています。なお、ドアパッキンの掃除は自動掃除があっても必要となるので、量販店などでドアパッキンの形状や柔らかさを確認し、掃除しやすいか見ておくと良いでしょう。続いて価格です。各社の下位モデルから上位モデルの現参考価格を載せています。お店や販売時期、モデルによっても変わりますが、下位モデルは日立、シャープ、アクア、上位モデルでは東芝、シャープ、アクアが安い傾向です。日立とパナソニックの上位モデルは指定価格対象品でもあり、ぐんと高くなります。なお、買い時のモデルチェンジ時期は各社少しずれがありますが、だいたい8から10月頃で、在庫があれば型落ちモデルの買い時は7月から9月頃となります。各モデルの価格詳細については概要欄にも記載してありますので、ご購入を検討中の方は後で参考にしてみてください。
グレードの価格差は自動掃除機能や温水洗浄の有無から洗濯機能、乾燥方式まで変わることがあるので、どこまで価格的に許せるかで決めると良いでしょう。次に口コミです。口コミ数百件分の分析データとなります。各社、洗剤の自動投入は面倒な計量の手間も減らせ、入れすぎを防止できると好評でした。入れすぎはカビ繁殖の原因にもなりうるので、経済的という以外にも効果があります。なお、デフォルトがオフとなっているモデルもありますので、ご使用の際は設定は忘れず確認しましょう。日立は自動洗浄機能が好評でした。また、フィルターレスの構成もメンテが減ったという声が上がっていました。悪かった意見としては、フィルターレスの方針自体は受け入れられているものの、故障やトラブルが昨年から多く発生しており、不満の声が多く上がっていました。また、本モデルよりメーカー指定価格制度が導入され、価格が高すぎるという意見もありました。指定価格についてはメーカー目線で過去解説していますので、もしご興味があれば概要欄よりチェックしてみてください。続いてパナソニックは製品のバランスがいいと好評でした。全体的に酷評が少なく、好意的な意見が多かったです。それから他社にはある乾燥ダクトの自動洗浄はありませんが、パナソニックは他社と比較して乾燥経路が短いです。熱交換器も洗濯機上部に配置されており、ネジ2本外せば熱交換器が見え、この猫じゃらしのような専用掃除ブラシで乾燥経路を自分で掃除することができます。他社は本体裏側下部に熱交換器があり、経路も長く部品交換することになった場合、費用も高くつきます。悪かった意見は何といっても価格が高すぎるという意見が多くありました。それからアプリも本体電源が入っていないと外出先から接続できなく残念という意見が上がっていました。また、静音性のところでも触れましたが、ベルト式ということで耐久性が心配。それから乾燥経路は短いですが、乾燥ダクトの自動洗浄が欲しいという声が上がっていました。次に東芝はパナソニック同様、製品バランスが良く、パナソニックは高すぎて手が出ないと感じた方の第2の選択肢として人気なようです。パナソニックと比較されることが多いためか、コスパも好評です。それから UV 除菌も嬉しいという声がありました。ただ、除菌に用いるような UV は透過率が低く、効果があるのは物体表面のみとなるでしょう。悪かった意見としては、乾燥音が少しうるさい、それから初期不良が他社より多く感じました。また、アプリが使いづらい、細部の作りが甘く、看合部がいまいちという声が上がっていました。続いてシャープは全体的に安めということでコスパが好評でした。また、サポートヒーターによりタオルの仕上がりがいいという声がありました。それから静音性がおおむね好評でした。ただ、音に敏感な方も購入されているせいか、製品ばらつきが大きいのか、期待したほどではないという意見も多くありました。悪かった意見としては、温水洗浄が他社と比較して少し見劣りする、ドアが大きく洗濯かごを前に置けないといった意見がありました。それから、自動洗濯槽洗浄がデフォルトオフとなっており、気づかなかったという声がありました。これはパナソニックも同様です。次にアクアも同じく価格が安めで、加えて他社よりもコンパクトなのが好評でした。間取りの都合でドラムを諦めていた方から人気なようです。一方、悪かった意見としては、ドラムが本当に水平となっていることで洗濯物が取り出しづらいという声がありました。これはコンパクトさにも一役買っている特徴かと思いますので、慣れるしかないのかなと思います。それから操作メニューが直感的に分かりづらい、
乾燥が少し弱いという意見がありました。しっかり乾燥する設定とすることで改善が見込めそうです。最後に満足度です。これは現モデルから1つ前のモデルを対象とした5点満点の満足度平均点数です。過去集計した結果からもどう推移したか見てみましょう。横軸が時間軸、縦軸が満足度点数。今年ははっきり明暗が分かれました。パナソニックは3年前から変わらず首位独走状態。価格が高いにもかかわらず高い満足度を維持し続けており、この業界の帝王と言えるでしょう。東芝はフルモデルチェンジにより故障やトラブルで一旦点数は落としたものの持ち直してきました。シャープ、日立は点数を下げましたが、中でも日立の下げ幅は大きく、これはフルモデルチェンジの影響もありますが、口コミにもあった楽免停の不満が大きく点数に出ています。今年から集計を開始したアクアはこの位置です。さて、まだご紹介できていない項目はあるのですが、各社の特徴をざっと比較してみました。価格とも相談ですが、静音性と光熱費を重視したい方はシャープ、コンパクトなドラムをお探しの方はアクア、フィルターレスに魅力を感じた方は日立、性能バランスが良く人気の洗濯機をお探しであればパナソニック。パナソニックよりは価格が安く、同じバランスのいいモデルをお探しであれば東芝が候補でしょうか。今回ご紹介した内容を踏まえつつ、量販店などで最終確認をしてみてください。それから本機をお持ちの方でご意見や使用感などもしございましたら、ぜひコメント欄にいただければなと思います。それでは今回はこの辺で、次回の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね。